ともとお皿とかティーカップとか多分130万ぐらいしてた。自分家に置きたいぐらい。こちらのシャンデリアになります。この配置どうしよう。スパイスになるなと思って。劇場みたいなディズニーランドの内装に入るお子さんと博物館みたいな感じ。お疲れ様です。お疲れ様です。今いいですか？はい、大丈夫です。そう、今回 YouTube 撮ってるんですけど、で、今回はちょっと店舗の内装についていろいろお話を伺いたくて、表参道店作った時に結構ヘデさんがいろいろデザインしたり考えたりっていうのをしてくださったと聞いたんですけど、そうですね。そこをちょっと詳しく伺いたいです。はい。なんか結構1、2階ってアンティークな、こう、ブラウンメインというそういう内装だなって思うんですけど、それはなんでこういう内装にされたんですか？最初、社長とこの内装どうしようってなってた時に、なんかいろんなアイデアが出てきたんだけど、過去のお店、ちょっと今の内装のすごいミニミニサイズの店舗を運営してた時があって、でその時の内装が今の形とちょっと似てるんだよね。結構なんかアンティークの重機をその時も使ってたりとか、ちょっとヨーロッパのお部屋みたいな感じの内装だったりしてたんですけど、それを逆にちょっと過去にやってたことをアップグレードしてみないっていう話になって、そこからちょっと今の形になったって感じかな。なるほど。じゃあ全部こうアンティークの重機を集められたんですか？全部アンティークなわけじゃなくて、ホテル重機もあって、こういうものとか、なんかこういうものとかは、アンティークのやつすごいなんか社長と一緒にいっぱい探して、手配するのがすごく大変だったけど、もういろんなところからネットでも調べたりとか、前から知ってるところになんか連絡を取ってみたりとか、これとかもそうだし、昔のなんかティーカップとかを飾るような棚のちょっとリメイクしてあるんですよ。ここのなんか照明とかもともとないけど、頼んで作ったりとかはしてますね。そのまま作ってるものもあるけど、なんかこうやってちょっとリユースしてるものとかもあったり、あと、なんか扉切ってしまってるものあったりとか、するんですよ。そしてね、ちょっと私がすごい大好きな重機があるんですけど、教えてください。なんかこのシルバーのメンズエリア用で買ったものなんですね。メンズもいけるし、まあレディスもいけるかなっていう話をちょっとしてて、これをわざわざちょっと手配して、どうしてもこれと、隣にある低めのシルバーの、このセットがどうしても欲しいと思って、バラバラで売ってたんですけど。これはバラ売りだったんですね。バラバラで売ってたんだけど、どうしても、これもこれも私が欲しくて、社長にお願いして買ったものなんですけど、これもちょっとこう、すごい素敵じゃないですか。なんか他の重機とちょっと雰囲気違うけど、バランス取れる感じでかっこいいです。そう。最初はレディスものがほとんどだったけど、なんかメンズものとかも入れようっていう話をしてたので、メンズができた時もなんかいけるかなと思って買ったものなんですけど、それもちょっと大変でした。手配するの。はい。同じアンティークの棚でも種類が結構いっぱいあって、探してる時になんかよく社長といろいろ工夫してたのが、このロココ様式のこれ装飾がすごい強い棚か、ちょっとイタリアンとかイギリス系の重機をすごい探してたんですね。ここはちょっとロココなんですけど、もう一個あっちにロココあるんですが、ここら辺は割となんかこう、イギリス様式だったりとか、ここももともとお皿とかティーカップとか置く棚なので、なんかすごいアンティークの重機面白いのが、やっぱ、こんだけその装飾があってなんか全然動かせられない感じでも、なんか段差を、この棚の高さとかも調整できたりするので、すごい活用してます。これはどうですか？これもちゃんとアンティークの家具取り扱ってるところから購入したもので、本当は原型これじゃないんですね。よくよく見るとここになんか穴とか開いてるんですけど、本当だ。上にもう一段あったんですよ。ガラスの。結構大きめです。そう、すっごい大きめのものだったんだけど、本当はこれも別のエリアに固定で入ってて、すごいいろいろ入ってたんですけど、ちょっと壊れちゃって上についてるガラスがね、壊れちゃったから、もうなんかいっそ取っちゃうかってなって、もうこれを取って今はここだけ使ってるっていう感じなんですね。でもね、これ実はなんか多分130万ぐらいしてた気がする。すんごい高い。これアンティークの重機ってすごいやっぱ高くて、その130万だとしても正直そんなに高い方ではないんですよね。だからそういうものが店内にすごいいっぱいあるんで、100万以上のやつとか、これとかも結構高かった。そう、なんかなかなかここまでいいものがなくて、そこを探すのがすごい苦労だったんですよね。2階にいた時にある、時計が入ってる時があると思うんですけど、この辺も実は全部リメイクなんです。ガラスが特注で注文したものになるんですね。下に棚自体は全部アンティークなんですけど、いくつか同じサイズを集めなきゃいけなくて、そこを探すのが結構大変だった覚えがあります。店内にこういうソファーがいくつかあるんですけど、こういうものも全部アンティークでいろいろ探したものになるので、日本のブランドのアンティークだったりもするんですけど、店内の雰囲気に合う素材の布で貼ってるソファーを探すのが結構大変でした。あとはなんかこういう革の椅子とか。これも。そう。
これがね、座り心地がいいです、実は。ふわふわ。はい、めっちゃふわふわなんで、自分家に置きたいぐらい。あと、なんといっても、はいこの地上のお店の一番いいところはこちらのシャンデリアになりますね。おー。こちらなんですけど、オープンした当初はこれはついてなかったんです。最初はしてたんだけど、2月のオープンには間に合わなくて、4月ぐらいに出る日を設けて、4月あたりからついたんですね。こっちのタペストリーとかもあるんですけど、はいあれもオープン当初はなかったんですよ。これをつけるってなった時に、なんか味寂しくないっていう話をしてて、あれも私がちょっとオンラインでいろいろ探して、タペストリーどうですかっていうつけたものになるんですけど、なんかシャンデリアもタペストリーもなかったってなると結構雰囲気違いそうですよね。すごいなんか最初スッキリしてたんですよ。うんうん。で、本当はあっちにベルベットのカーテンつけようよっていう話をしたんだけど、こう見ると開いてる。そうそう、ちょっとまだ進んでないけど、期間にちょっと運営していくうちにアップグレードしていこうかなっていうふうに思ってます。あとね、この鏡、1階で唯一のアンティークになります。鏡もとは知りませんでした。そう、鏡も一応ね、アンティークなのよ。1階にある鏡と2階のエルメスの重機があるところにある、なんか大きい鏡があるんだけど、それもアンティーク。こういう模様とか、なかなか普通に売ってるところにはこういう模様はないので、アンティークものならではの装飾なんじゃないかなと思うんですよね。あとなんかこういう足とかね。この足がすごいやっぱ可愛いな。今は高いのかなこういうのを作るの。どうですかね。なんかなかなか手に入らないなと思うんですよね。だからどうしてもこのお店に置きたくて。あ、これもだ。これもです。私がゲッツしたやつです。なんか結構こういう細々な小物とかもすごいアンティークだったり、なんかヴィンテージだったり、ユーズド品ですごいいろいろいっぱい貸して作り上げたお店なんですよね。1階に関しては。小物揃えるのが地味に大変そうですね。いや、本当に大変でした。初めてのことだったから、しかも内装屋さんが入ってるわけじゃなくて、本当に自社で自分たちで内装を決めて、デザイン決めてやってたから、この床の素材だったりとか、床材だったり、壁紙だったり、あとなんかちょっとした装飾とかも全部、ここは何センチにするとか、そういう部分まで全部決めて作ったお店なんです。とね、この鏡。これも実際鏡なんだけど、鏡としてちゃんと機能してないんですけど、この鏡もアンティークのやつです。絵が描いてあるものなんですごい素敵なんですけど、これも私の大好きな鏡ですね。1階の奥にある試着室。この壁についてるこういうやつも、ちょっとアンティークのやつ混ざったりもするんですけど、額縁とかは、アンティークじゃないもの多いけど、これ入れるのすっごい大変だった。もうみんな手作業で、全員で。これをなんか全部印刷して、素材探して、つけるのもすごい大変で。で、こう両側見ると結構すごい数ついてますもんね。いや、そうなんだよね。自分たちでつけたわけではないから、大工さんがやってくれてたんだけど、大工さんもすごい大変そうで。私たちもすごいね、ここの配置どうしようとか、すごい悩んで、夜な夜な配置決めてました。さっき見た1階の試着室の額縁を一緒になんか探しながら、ここについてるオブゼ的なやつも全部に探してて、絵とかいろいろ昔の絵をひたすらなんかこうネットサッフィングしながらすごい探しまくって、それでゲッツできたものです。この鏡2つなんですけど、前のここの以前の店舗の時からあったものなんですよ。で、この鏡2つと、こういうね、ロココ調のこういう装飾が強いような絵とかすごい探してて、全体的に茶色インパクトがあるからこういうのって、スパイスになるなと思って、こういうのちょっと絵いくつか探してる。地上のフロアと地下のフロアは結構雰囲気違うと思うんですけど、コンセプト的な違いもあるんですか？そうですね。地上の方はタイムスリップしたような空間っていうのをメインのテーマとして持ってるんですけど、地下の場合、シャネルしか取り扱ってないので、ここに関してはシャネルのテーマパークのようなコンセプトを持って作った内装になります。なるほど。一応、ここのセクションに関して、ちょっと後ろに見えるクロエ様のゾーンと、あとメリーゴーランドが真ん中にドンってあるゾーンと、奥にグリコアとかレア物が置いてある小さい部屋があるんですけど、そこで3エリアで分かれています。なるほど。それぞれ大体は作った重機が多いけど、なんかところどころにちょっとアンティーク要素があったりするので、そこもちょっと一緒に見ながらご紹介したいなと思います。お願いします。メリーゴーランドはこれもヘデさんがデザインしてくださったものなんですか？そうですね。基本、重機のデザイン自体は私の方でやっているんですけど、このメリーゴーランドにした理由があって、テーマパークっていうコンセプトが決まったのも、このメリーゴーランドありって感じだったんですけど、ここの内装を考えるときに、カラー配色とかは結構決まってたんですけど、なんか上のシャンデリアみたいな感じで、シンボルになるような要素がないかなっていうふうにちょっと思って考えたのが、上の内装のデザインやってた時に、一応アイデアとして私取っていたんです。
思うんですけど、その時は今は無理かもとか思って出さなかったアイディアになるんですけど、このお店作る時に、これやっぱ面白いのかなと思って勇気を絞り出して社長に言ってみたら、なんかいいんじゃんみたいなおっしゃってくださって、それでそこからこの世界観がすごい膨らんだって感じですね。このメリーゴーランドなんですけど、実はディズニーランドの内装に入る業者さんが施工してくださったんですよ。私の想像でしかなかったこのメリーゴーランドを形にしてくれたのがそういうその業者さんで、すごい面白いなと思って。あと、このメリーゴーランドにした理由もちょっと一つあるんですけど、シャネルの過去のコレクションででっかいメリーゴーランドをステージとして使ったコレクションがあって、それもちょっと思い出して、それも参考にしながらこのメリーゴーランド作ったんですよね。なるほど。タダン。タダーンあと、ちょっと私の地下でディテールにこだわったところが、このカーテンなんですけど、これ試着室なんですね。私のこだわりというか、社長と話して、こういうゴージャスなやつやりたいねっていう話になって、これってどこからこれを作れるんだろうってなった時に、なんか市場の時の内装でもちょっとお世話になったカーテン屋さんに行って、ちょっと相談して、なんかこれも特注したものなんですね。生地から選んで、こういう装飾とかも全部選んで作ったものになります。すごい素敵ですよね。すごい。劇場みたいな感じ。大好きな試着室です。いつもなんか試着室にこだわってしまうんで。試着室可愛いってテンション上がりますね。そう、なんか私もすごい試着室可愛いところ写真撮りたくなるなって思って、それでちょっとこういうドレープカーテンとかもつけてみました。次は、もともとここビッグルームって使おうかなと思ってたところなんですけど、商品がもっともっと増えてしまって、だったらここをちょっと博物館みたいな感じにしたいねっていう話になって、その前まではグリポとかちょっとこう高額のシャネルのコスチュームジュエリーを普通に他のアクセサリーと一緒に置いてたんですけど、ちゃんとその価値を届けたいなっていうのがあって、価値がもっと際立つような重機にしたいなっていうのがあって、ここもちょっと新たに作成した重機になります。なんか本当に博物館を連想できるようなそういう形を想像して自分でデザインして作ってみました。例えば上と下で全然香り違うの気づいてました？なんか若干違うのかなと思ってたんですけど。そうですね。内装が違うっていうのもあって、この内装の雰囲気に合わせた香りそれぞれ違うんですよ。上の方がもうちょっとスパイスが効いたようなディフューザー置いてて、まあチコチコ置いてあるんですけど、地下の場合もうちょっとスッキリした感じの香りのディフューザー置いてあるので、内装に合わせて香りまでちょっと楽しむっていうのも、お客様にちょっと体験してほしいなと思って、ちょっと匂い変えてみたので、なるほど。来店された時にちょっと香りまで楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。この2階の壁付けの重機は、これは作ったんですか？そう、これは作ったになります。こういうのを作るの初めてだったんですけど、うちの方でデザイン全部して作った棚になります。全体的にアンティークな雰囲気にしてるので、そこに合うようなディテール、こういうモールディングだったりとか、こういう取っ手のデザインもこういうアンティークっぽい感じのものを使ったりとかしてますね。あとちょっと若干マットな感じを塗りたかったので、そういうのもちょっと大工さんとかと話して決めて、この色にしてるんですけど、1階と2階でちょっと雰囲気が若干なんか1階の方がもうちょっと茶色い感じだと思うんですけど、もともとその2階の方に時計を置こうっていう話を最初からしてたので、2階は2階でちょっとメンズのお客様対応できるように、そういうかっこいい感じにしようかっていう話になってて、照明もよくよく見るとエリアごとライトが全然違うんですね。床材だったりとか、あと重機の色もそういうちょっとこうシックな感じ、高級な商材がいっぱいあるので、それに合わせての色使いをしています。その代わりちょっとこうカラーの壁紙いっぱい使ってるんですけど、なるほど。はい、ポイントでいっぱい使ってますね。ジュエリー重機は、これはエジさんが作ってくださったんですか？そうですね。この辺の形状の重機に関しては、ありものが全然なかったので、アンティークの重機とかいろいろ探してたんですけど、あんまりこの形状でちゃんと鍵がついてるものが全然なかったのと、ここまで大きさがあるものがなかったので、もう作るしかなかったって感じ。今、入り口にあるこの重機は、この形状の4つ目の重機なので、一番感情かもしれない。はい。エジさん、今日お忙しい中ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。今回、初めて、オープンして3年ぐらい経つのに、初めてなんかここまで詳しく紹介できた気がしてて、来てくれるお客様もちょっとこの世界観だったり、ちょっとしたこだわりとか、これ言ってたなとか思ってくれたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひご来店ください。ご来店ください。他にも気になることなどコメントいただけたらと思います。お待ちしております。ありがとうございます。バイバーイ。